のささやきの朗読や大学2年の秋、深夜の山道を走っている途中で、俺たちは脇道に沈んだ古い標識を見つけた。草に埋もれてほとんど読めなかったが、うっすらと旧サービスエリアと書かれていた。俺たちは好奇心が勝ち、そのまま車を細い道へと滑り込ませた。道はすぐに途切れ、広くて古い駐車場が月明かりに照らされていた。白線はかすれ、街灯は全部壊れている。建物はガラスが割れて、内部の暗がりがぽっかり空洞のように開いていた。風が吹くたびに売店の残骸がどこかでカタカタ揺れる。人気なんて当然ないはずなのに、足音のような小さな走る音が何度も遠くで跳ねるように響いていた。気のせいだと思ったが、仲間も同時に振り向いていた。車を止めた位置から十数メートル離れた場所に妙なものが落ちていた。赤い子供用のスニーカーが片方だけ。妙に綺麗で、まるで今日ここに置かれたばかりのようだった。俺はしゃがみ込んで拾い上げた。靴底は冷たく濡れている。だが雨なんて降っていない。アスファルトは乾いているのに、靴の裏だけが水を吸ったみたいな冷たさだった。その時売店の奥でコツンと乾いた音が響いた。ガラス片が落ちたような、硬い石をぶつけたような音。誰かがいるのかと思って建物の方を見たが、暗闇の奥は何も動かない。その時仲間が帰ろうぜと言った。俺もうなずいて靴を持ったまま車へ戻った。エンジンをかけた瞬間、バックミラーの端に小さな影が横切った。細い腕、短い足、顔は月に溶けて見えない。なのに、こちらに向いて立ち止まったように感じた。エンジンの音がやけに大きく聞こえる中、俺はアクセルを踏んで旧サービスエリアを離れた。誰も喋らなかった。ただ手に持った赤い靴の冷たさだけがずっと消えなかった。家へ帰った夜、疲れていた俺は靴を玄関の棚に置いてすぐに寝た。何も起こらないと思っていたんだ。しかし翌朝、リビングへ入った瞬間、心臓が一拍止まった。玄関に置いていたはずの赤い子供の靴が、テレビの前のテーブルに移動していた。家族は触っていないという。いたずらにも見えない。何より靴底が昨日よりも濡れていて、床に小さな水の跡が点々と続いていた。その夜寝ようとして電気を消した直後、廊下でペタッペタッと小さな足音がした。子供の歩幅、子供の体重。家の中にそんなものはいない。足音はまっすぐ俺の部屋へと近づき、扉の前で止まった。息を殺していると、扉の下の隙間に暗い赤色の影がかすかに差し込んだ。まるで赤い靴のつま先がそこに立っているかのように。扉を開ける勇気はなかった。そして翌朝、靴はベッドの脇に置かれていた。水で濡れた輪が床につくほどで、触るとひんやりとしている。その頃からだ。家の中で小さな音が続くようになったのは。キッチンで皿が鳴る。廊下で絨毯が沈む。風もないのにカーテンが小さく揺れる。全部背の低い何かが歩き回るような動きだった。
3日目の夜、もっと決定的なものを見た。トイレに向かおうとリビングを横切ったとき、暗がりの中央に濡れた小さな足跡が点々と続いていたんだ。そして足跡の終わりに赤い子供の靴がまるで誰かが座って脱ぎ捨てたように並んでいた。靴底からは水が滴り、床に落ちた雫が細い線を描いている。俺は震えながら靴を拾おうとした。だが手が触れる直前、靴はわずかに横へ動いた。それは生き物のように。俺はそれ以上触れなかった。ただその夜から確信した。これは忘れ物ではない。間違いなく俺を追ってきている。靴が生きているように動いた翌朝、家中の空気が湿っていた。押し入れの中まで湿気が染み込むような重い空気で、玄関に置き直したはずの赤い子供の靴は、なぜか風呂場の前に移動していた。靴底からは細く水が垂れ続け、その先には小さな足跡が一直線に並んでいた。まるで誰かが裸足で歩いたような濡れた跡だった。俺は意を決し、濡れ跡をたどっていった。廊下を進み、リビングを横切り、玄関へ。そこで足跡は終わっていた。いや、終わってはいなかった。玄関の扉の下に外へ向かって続く濡れ跡があった。まるで誰かが靴を履かずに外へ出たかのように。恐怖よりもあの旧サービスエリアの情景が再び頭によみがえった。片方だけ落ちていた靴、月明かりの下を横切った小さな影、俺の車の前で立ち止まった顔の見えない子供。もしあの時片方じゃなかったら、もしあの片方も近くにあったら、その考えがよぎった瞬間、俺は外へ飛び出した。玄関前のアスファルトには2つの足跡が並んでいた。小さな裸足、そしてもう一つはさらに小さな足跡。どちらも濡れて黒く光り、道路の先へと続いている。家の前の道路は静かで誰もいない。だが濡れ跡は止まっていた。止まった場所は俺の車の運転席側のドアの前。まるでそこに立ち、こちらを見上げていたかのように。心臓が跳ねた。俺は車内を覗き込む。暗闇の中、運転席のシートに赤い何かが置かれていた。近づいてようやく理解した。昨日まで片方しかなかったはずのあの子供の靴が、今日は両足揃って置かれている。濡れた足跡はちょうどシートの下に潜り込むようにそこで途切れていた。意味は簡単だ。靴は持ち主の元へと帰った。俺が連れ帰ってしまった片方を追うように、もう一方もこちらへ来てしまった。その夜から家の中は静かになった。足音も湿った空気も消えた。ラジオノイズのような気配もない。ただ一つ変わったのは、玄関の靴箱の扉が少しだけ開いている日が続くこと。そこに誰かの靴はない。けれど、ある朝だけは違った。靴箱の中の一番奥に赤い水滴が一つ落ちていた。雫の形をしたその赤は乾いていなかった。まだ帰りきっていない誰かがいる。深夜のサービスエリアでアルバイトをしていた頃、俺はよく警備室のモニター監視を任されていた。売店もレストランも閉まり、人の気配が完全に消える時間帯だ。
街灯の白い光だけが駐車場をぼんやりと照らし、風の音と換気扇の低いうなりだけが響く。あの夜もいつも通りだったはずだ。23時を過ぎ、巡回から戻った俺は警備室の椅子に座り、モニターをぼんやりと眺めていた。計8台。トイレ前、駐車場、売店前、バックヤード、廃棄物置き場、そして休憩所通路。普段なら何も起きない眠気との戦いになる時間だ。だが異変はゆっくりと始まった。モニターの一つ、休憩所通路と表示されたカメラの映像だけが淡く揺れるように乱れていた。電波のノイズみたいに画面の端がじりじり滲んで見える。最初は老朽化だと思った。しかし他のカメラは正常だ。問題があるのはその通路だけ。俺が身を乗り出して見つめたとき、揺れは突然止まった。そして画面の奥、自動販売機の影から誰かが顔を覗かせた。白い、輪郭が異常に細い。髪が濡れているように見えた。サービスエリアはすでに閉館しており、一般客が入り込める場所ではない。そもそも通路の自動ドアは施錠されているんだ。俺は慌てて巡回用の無線を手に取ったが、その瞬間、画面が変わった。覗いていた顔のようなものが通路の中央に立っていた。まるでカメラに気づいて近づいたかのように。しかしおかしい。その体には影がない。照明に照らされる位置なのに足元に人影が落ちていなかった。俺は画面を凝視しながら背中がじわじわ汗ばんでいくのを感じた。そして気づいた。モニターの右上に小さく表示されていた録画年月日が10年前の日付に変わっていた。俺は息を飲んだまま固まった。ボタンにも触れていないし、誤作動とも思えない。その時通路の白い影がこちらを向いた。カメラ越しに目が合った感覚があった。映像が10年前のはずなのに、そいつは今俺を見ている。次の瞬間、モニターのスピーカーから水の滴る音が落ちてきた。俺は警備室の扉に手を伸ばしかけた。逃げるというより、ここにいたらまずい、と本能が告げていたんだ。だが足は動かなかった。その白い影は映像の中でゆっくりと動き出した。通路の奥へ、カメラの死角へ。まるで何かを探すように濡れた足音だけがスピーカー越しに響いた。そしてついに影は画面から消えた。そのわずか数秒後だった。バックヤードのモニターが勝手に切り替わったんだ。誰も触っていないのに。そこに映ったものを見て、俺は声を出せずに固まった。バックヤードの非常扉の前に先ほどの白い影が立っていたんだ。画面のこちら側に来たんだ。バックヤード前に立つ白い影はモニター越しでも異常さが際立っていた。照明に照らされているのに体の輪郭が光を吸い込むように縁だけ滲んで見える。足元には影がない。それなのに画面のスピーカーからはペタペタと濡れた裸足のような音だけが響き続けている。俺は思わず椅子を蹴り、警備室の後ろへ下がった。映像は現在の様子なのか、それとも10年前の記録なのか、判断がつかなかった。ただ一つ確かなのは、あれはカメラの向こうではなく、今この施設のどこかにいる、ということだった。非常扉の前に立つ影は、そのまま微動だにしなかった。ところが突然、モニターがカチッと切り替わった。触ってない。
勝手にだ。次に移ったのは売店裏の通路。そこは俺がほんの1時間前に巡回した場所で、誰も入らないはずのハイスペースだ。薄暗い通路の中央、白い影がそこにも立っていた。俺の喉が渇く。さっきまでバックヤードの前にいたはずだ。距離にして50メートル以上はある。移動するにはカメラに映るはずの通路を通らなければならない。なのに映像には移動の瞬間が一切なかった。まるで画面ごと飛んでいる。そしてさらにモニターが切り替わった。今度はトイレの前の通路。深夜の無人のはずの場所に白い影が立っている。そいつはある一点だけを見つめていた。それは警備室へ続くガラス扉の方。俺は血の気が引いた。カメラ越しに俺の居場所を把握している。まるで順番に近づいてきているみたいだった。とその時、警備室の天井のスピーカーからピチャン、ピチャンと水が垂れる音が落ちてきた。思わず見上げる。天井は乾いている。水もない。けれど音だけが降り注ぐ。次の瞬間、モニターが一斉にノイズを起こし、全部の画面が真っ黒になった。暗転。音だけが残る。ペタ、ペタ、ペタ。それは警備室の手前の廊下を歩く音だった。モニターが再点灯した瞬間、俺は息を飲んだ。画面には警備室前の廊下が映っていた。カメラアングルは天井近くからの俯瞰だった。そこに白い影が立っていた。すぐ外、扉の向こう。影は動かない。ただガラス扉の方へ首だけをゆっくりと傾けた。それはまるで俺の顔を探すように。俺は椅子を押し倒して後ずさった。こんな近くまで来ているのに音は止まっていた。その静寂が逆に異常だった。モニターの中の影が首を元に戻すと、ゆっくり腕を上げた。そしてガラス扉を叩いた。コンと一度だけ。軽いのに骨まで冷える音だった。ガラス扉を叩くコンの音で警備室全体の空気が変わった。冷房でもないのに肌が波打ち、呼吸が浅くなる。モニターの中の白い影は扉の前から動かずに、ただこちらの様子を伺うようにゆっくりと首を傾け続けていた。影の顔は白くぼやけ、人の形をしているのに人ではない。それなのに俺を見ているという確信だけが骨の奥で鳴った。逃げなければこのままでは来てしまう。本能だけで俺は非常通報ボタンを押そうとした。だが指が触れる直前、モニターが一斉に揺れた。画面が切り替わる。切り替わる。切り替わる。どの画面にも白い影が映る。売店の前、ゴミ置き場、レストランの入り口、バックヤード、街灯の下、裏口通路。次々に画面が飛び、どの映像にも影が立っている。まるで影の方がモニターを操っているみたいだった。そしてすべての画面が止まった。8台のモニター、全部同じ場所を映している。それは警備室の中。今俺がいる場所。俯瞰の視点。ドアの向こうからではなく、天井から覗き込んだような映像。俺は震えながら天井を見上げた。そこにはカメラなんてない。そんな位置にカメラなんてついていない。なのにモニターには
俺の頭のてっぺんが映っている。ありえない。これは誰かが天井から俺を覗いているということだ。そしてスピーカーから突然、水が滴る音が大量に降ってきた。ピチャン、ピチャン、ピチャンと、まるで天井いっぱいに水がたまり、そこから落ち続けているような音。次の瞬間、照明が一瞬だけ落ちて、部屋が暗闇に沈んだ。ほんの1秒、それで十分だった。照明が戻った時、俺は見てしまった。ガラス扉の内側に白い手形がべったりとついている。外側じゃない、内側だ。つまり中にいる。扉にも鍵にも触れていないのに。俺は叫んで部屋を飛び出し、サービスエリアの裏口から外へ走った。背後で何かが床を叩く音がしたが、振り返る勇気はなかった。そのまま警備室へ戻らずに本部へと連絡し、あの夜の勤務は強制的に終了になった。そして翌朝、上司が確認して言った。昨夜の監視映像、なぜか10年前のデータが上書きされているんだよ。お前が見ていた時間帯全部、10年前の事故の日に変わってるんだ。10年前、売店裏の通路で女性が不審死した事件があった。カメラには誰も通っていないはずの通路に白い影が立ち続けていたという。上司は続けて言った。それと警備室、ガラス扉の内側の手形だけがどうしても消えないんだ。漂白しても洗剤でも跡が残っちまうんだよ。そして最後に背筋が抜ける言葉を聞いた。昨夜のモニターさ、天井から映したって言ってたよな。あそこカメラないだろ。でもさ、10年前の映像にもお前の同じ位置に手形があったんだ。まるでそこにずっと誰かがいたみたいにさ。その日から俺は深夜のサービスエリアで働くのをやめた。だがやめてからも夜になるとたまに思い出す。あの時のガラス扉の手形、中からついた手形がほんの少しだけ内側へ押し開く形に歪んでいたことを。深夜の高速サービスエリアで休憩をしていた帰り道だった。連休明けの深夜2時、利用者もほとんどおらず、駐車場にはトラックが3台、乗用車が数台散らばっているだけだった。売店の明かりは落ち、自販機の光だけが静かに地面を照らしている。その薄暗い光に吸い寄せられるように、俺はふと建物脇にあるベビールームの前を通った。普段なら完全に無人で、深夜には鍵が閉められているはずの場所だ。だがその夜は、ドアの小窓からかすかに淡い明かりが漏れていた。まだ清掃中か？最初はそう思った。だが人の気配がないし、静かすぎる。耳を澄ませた瞬間、背中にひやりとしたものが走った。ベビールームの奥から赤ん坊の泣き声が漏れてきたんだ。おんぎゃーでも、うわーんでもなく、息を詰めるようなか細い、ヒュー、ヒューという泣き方。明らかに眠ったまま泣き始めた赤ちゃんの声だった。こんな時間に？深夜2時に？しかもスタッフ用の鍵がないと入れないはずの部屋で？俺は胸の奥がざわつきながら小窓に目を近づけた。ベビールームの中は薄く明かりがついている。
清潔な白い床、授乳用の椅子、ベビーベッドが1台。そのベッドに赤ん坊の足だけが見えていた。生きているように動く柔らかい小さな足。白い毛布に包まれ、膝から下だけが毛布の端から覗いて揺れていた。泣き声は間違いなくそこから聞こえる。俺は心配の方が先に立ち、ドアノブをそっと押した。深夜は施錠されているはずなのに、ドアは簡単に開いた。薄暗い部屋へ一歩入る。空気が重く、ひどく湿っている。なぜか生温かいミルクの匂いもした。泣き声は続いている。だがなぜかベビーベッドの揺れ方と泣き声のリズムが一致しない。そして俺は気づいてしまった。声は近い。ベッドの足元から聞こえてくる。けれどベッドの中には赤ん坊の上半身が見えない。毛布の端を指先でつまんだその瞬間、泣き声がピタリと止んだ。部屋全体が息を飲んだような静けさに変わった。俺は肩で息をしながら毛布をそろりとめくった。だが中には何もなかった。赤ん坊の姿もない。あるのは小さな足だけの形に湿った跡がシーツに染みているだけだった。そして気づく。泣き声はベッドからではない。もっと低い位置から聞こえ始めていたんだ。俺の足元、右足の横で、お母さん。と小さな声がした。その瞬間俺は反射的に後ずさり、ベビールームを飛び出した。扉を閉めると、向こう側の静寂が逆に不気味だった。俺が見たのは足跡だけ。それ以外、赤ん坊はいなかった。だがまだその時俺は気づいていなかった。あの声は赤ん坊の声じゃなかったことに。そしてこの夜こそが俺の人生で初めて誰かが消える瞬間を見る夜になるとはまだ何も思っていなかった。ベビールームから逃げ出した俺は一度深呼吸をして気持ちを落ち着かせようとした。だが胸の奥でざわざわした嫌な感覚が収まらなかった。さっき聞こえたお母さんという声。あれは赤ん坊が出す音ではない。舌の動かし方も語尾の伸ばし方も明らかに幼児の言葉だった。にもかかわらず部屋にいたのは赤ん坊の足跡だけだった。俺は怖さを押し隠すように建物の外の空気を吸い込んだ。だが落ち着く暇もなかった。建物の壁沿いを歩くと足元が突然湿っていることに気づいた。アスファルトに小さな水の跡が点々と続いている。その形は裸足の子供の足跡。さっきベビールームで見たサイズと全く同じ。まるで俺を追うように建物の角を曲がり、駐車場の裏へ伸びていた。この時点で帰るべきだった。だが俺は妙な不安に突き動かされた。誰が一体置き去りにしたんだ。保護した方がいいのかな。怖さより知らない子供を放っておけないという気持ちの方が勝ってしまった。足跡は裏の自動販売機の前で止まっていた。そこは明かりがほとんど届かず、街灯の白い光が薄く落ちるだけの暗い場所。風に揺れる落ち葉が足跡の先を隠すようにカサッカサッと音を立てている。その瞬間、自販機のスピーカーが突然キーという高いノイズを鳴らした。俺はビクッと肩を跳ねさせた。次の瞬間、ノイズに混じってはっきりと聞こえた。お母さん。まだ。
声は自販機の裏側から聞こえた。俺はゆっくりと覗き込んだ。自販機の裏は細い隙間になっており、大人の肩幅では入れないほど狭い。そこに人が隠れるのは不可能だ。だがそこは濡れていた。水ではなく、もっと生ぬるいミルクのような匂いが混じった湿気。そして暗闇の奥で小さな指の先だけが動いた。白くて細い指先。子供のものにしか見えない。そこにいるのかと声を出した瞬間、自販機の裏からささっと誰かが走り出した。足跡はない。音だけが高速で移動していく。まるで空気そのものが走っているような速さだった。逃げた方向を見ると、建物の反対側へ伸びる通路に濡れた足跡がまた続いていた。完全に導かれている。怖かった。だが目を離したら危険な気がした。俺は足跡を追った。通路の突き当たりで足跡はふっと途切れた。そこで立ち止まった俺の耳元に真横から声が落ちてきた。ねえ、見て。俺は反射的に振り向いた。誰もいない。だが俺のすぐ横の壁に濡れた手形が一つあった。小さな手、子供の手。まだ湿っていて雫がゆっくりと垂れていた。この瞬間俺はようやく気づいた。これは迷子でもなく、誰かに捨てられた子供でもない。ここにもともといる何かが俺を誘っている。そして最悪なことに、俺以外にもその誘いに反応した人物がいた。駐車場の方から一台のミニバンがゆっくりとこちらへ近づいてきた。運転席の男性が窓を開け、不安げに俺に声をかけた。すいません。今子供が走ってませんでした。うちの子が急にいなくなったんですよ。胸が嫌な意味で大きく跳ねた。消えるのはこの人の子供だ。俺はそう確信した。運転席の男は青ざめていた。後部座席にはチャイルドシートだけがポツンと残っている。そこにあるはずの気配が完全に消えていた。一瞬だけ目を離したらいなくなってて、多分あの子ですよね。走っていきませんでした。あの子、その言い方が妙に引っかかった。俺は必死で言葉を探しながら震える声で答えた。走っていたのは子供じゃないですよ。追わない方がいいです。ここは。最後まで言えなかった。男が突然車から降りたからだ。彼の視線の先、通路の奥、俺が見た濡れた足跡の最後の地点をじっと見つめていた。そしてそこから聞こえた。お父さん。男は反射的に駆け出した。待って、そっちは。叫んでも遅かった。男は通路の角に飛び込み、俺の視界から消えた。次の瞬間、ガンと何か硬いものが倒れる音が響いた。俺は走り寄った。通路の角を曲がると、そこには誰もいなかった。男の姿も足音もない。ただ壁に濡れた小さな手形が二つ並んでいた。まるで何かを掴んで引きずり込んだような高さ。そして耳の奥であの声が鳴った。連れて行くね。ささやくような幼い声。ひどく嬉しそうに聞こえた。俺は血の気が引き、周囲を見回した。
出口、通路、駐車場、どこにも異常はない。ただ一箇所だけ、ベビールームのドアの小窓だけ、うっすら曇っていた。近づくと曇ったガラスの向こうで、小さな手形がスッと消えた。俺は扉を開けなかった。開けたら何かがいるのは分かっていたからだ。そしてしばらくして通報が入り、警察と管理会社が駆けつけた。だが男とその子供は最後まで見つからなかった。防犯カメラにはどちらの姿も映っていなかった。調査の途中、警察が俺にだけ教えてくれたことがある。実はな、ここ10年以上前にも子供の失踪があったんだ。ベビールームで母親が一瞬目を離したら、足跡だけ残して消えたって。俺は凍りついた。最後にベビールームを確認した職員が言った言葉が今も忘れられない。ベッドの中にさ、小さな濡れた跡があったんだよ。まるで誰かがまた戻ってきたみたいに。その夜を境に、俺は二度と深夜のサービスエリアに寄っていない。なぜなら、あの曇った小窓を思い出すたびに、今も聞こえる気がする。お母さん、見つけた。誰かの耳元で赤ん坊より少しだけ大きい声が。